ープ前提。そんなことできる。あ、全然違いますね。どうも、ケイスケです。どうも大輝です。北海道の笑顔届けにヤッホーの参考インフルエンサーのエマです。こんなバラエティー感あふれる始まりじゃないのやっぱ。はい。今日ですね、ここはどこですか？ここは渋谷にあるスタジオプロローグっていうところなんですけれども、そこにちょっと高澤圭介君に来てもらっています。そしてエマちゃんにも来てもらっています。ありがとうございます。これ大輝のそうあれなんでね。運営しているスタジオなんで、大輝はフォトグラファーで、まあ昔からの仲みたいな腐れ縁みたいな感じです。はい。でエマちゃんはまあさっきも自己紹介してくれた通り、北海道のまあ今も北海道インフルエンサーでいいの？そうですね。今も活動はしてるんですけど、拠点を東京に移したっていう感じです。なるほどです。ありがとうございます。と、まあ3人で今おります。まあフラット君も撮影してくれてるけど。でですね、今日ちょっとやりたいのがですね、最近チャット GPT というのがもう話題上がりまくってるよね。もうすごい。はい。僕も課金しております。もちろん。すごい。はい。で、このチャット GPT でまあいろんな職が奪われると、日本とかと言われたりしていて、はい、そうですよ。でまあ YouTube も結構僕はいろいろ活用しながらやったりしてるんですけども、今日はなんかその撮影でどこまで使えんじゃというのをこう見てみたくて、まあ、例えばこうライトどうすればいいですかとか、どこまでこうチャット GPT に聞いてこうなんていうの答えに導き出せるかとか、あとはどうやってこう質問していけば答えにたどり着くかみたいなところも含めてちょっと検証してみたいなと、そうですね、はい、いう企画にさせていただきました。多分これを見たらね AI とはどんなものなのかみたいなのがちょっと分かってくる。確かにね、まだ全然チャット GPT のこと知らないって人もいるもんね。あとなんか漠然と怖いがってる人いるじゃん。ああ、そういうのをちょっと払拭したいなみたいな。確かに確かに。一応ね、まあ無料で使えはするんだけども、まあ混んできた時に優先的に使えたりするまあ課金してね、月2000円ぐらいでそういうのもあるんで、僕はそのチャット GPT プラスにもう登録してるんですけども、それでいろいろやっていきたいと思います。では早速いってみましょう。じゃあとりあえずチャット GPT を開きました。で今回はまあエマちゃんがいらっしゃるので、どう聞いていけばいいだろうね。そうだね、まずなんかざっと説明すると、今話題の AI のチャット GPT さんなんですけど、この対話式生体 AI って言ってて、チャットボットのイメージだよね。 LINE でしたら書いてくれるみたいな、あれのめちゃめちゃ頭いい番組なんです。そうなんで、そこに質問をしていって、どんどん逆に AI の方からポーズの指示だったりとか、確かに確かに構成をすればいいのかとか、今このスタジオには椅子がありますとか、この椅子をどう動かせばいいですかとか、そういうところの視点からどんどんちょっと命令してもらおうかな。そう、情報を与えてあげなきゃいけないんだよね、結構ね。どういうふうに情報を与えていくかが結構大事なポイントになると思います。まずちょっと情報の整理からするか。今日は北海道のどさんこインフルエンサー今撮影します。なんだろう、環境の前提を入れてあげたくて、シャープ前提っていうのがあって、シャープ前提、そんなことできる？そんなに使い方してるの？あ、ここね。として今ここは渋谷にあるスタジオです。渋谷いらんかスタジオです。背景紙が白です。でエマちゃんは黄色のワンピースを着ています。小物は使いません。でシャープ要望。これ何？シャープ入れるとそうだね、分けれるじゃなくてもいいんだけど、要するにこの段落がこういうことですよってあげて、まず分からせてあげればいいんですよ。これはなんか中点でも別にいいの？大丈夫。自然言語だもんね。そうだね。っていうところがあるので、じゃあ何を要望するかなんだけど、ここも実は結構細かく言ってあげた方が精度の高いのが出るんだけど、まずはちょっとざっくり楽しもうというところで、じゃあまずざっくり一回どんな写真を撮ればいいですかっていうのを聞いてみようか。ちょっと俺もどうなるか分かんないですけどもうざっくりいこう。じゃあいくよ。じゃあはい。あと前提なんですけど、もうそもそも英語で打った方がめちゃめちゃな情報量があるので、本当はそっちの方がいいです。あ、そうなんだ。笑顔で手を振ったりジャンプしたりするポーズを撮影し、彼女の明るいキャラクターを伝える写真に仕上げます。なるほど。これは結構同意なんですけど、いや、それ分かるじゃないですか。確かに。でももう一回ちょっと聞いてみたくて、それって具体的に何ですかを聞きたい。だから5番についてもう少し具体的な例を5つ挙げてくださいってちょっと
はい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 。どんどん考えてくれますね。はいはい。でだから基本的にはこれを掘り下げたりとかもっとありますみたいな感じで聞いていくのが一番やっぱベストだよね。そうそうそう。じゃあこの中から1個選ぶか。うん、やってみよう。見上げるポーズの撮影をしようと思います。でモノロックストロボが2個、あとは白い背景紙アンブレラが1つ。組み方を教えてください。とりあえず終了します。エマちゃんの顔の斜め45度情報にすごい配置アンブレラを使って光をソフトに発光。なるほど。メインライトがここにあってフィルインのライトがこっちにあって12ストップ弱くすると設定する。あ、見上げるポーズを取るためライティングの角度と高さに注意して調整してください。へえ。なるほどね。この情報はネットとかから持ってきてるってことなんですか？集めてるんですか？そうだね。そうだね。でなんかその今のチャット GPT 自体は2021年の9月時点までの全部の情報が入ってる。そういうことなんですね。はい。はい。じゃあこれで設定してみましょう。ちょっと面白いですね。それ。面白いよ。ケイスケの動画。レンズは何を使えば良いですか？初心者とか全く撮影やったことないみたいな人たち、これですごい助けられますね。助けられると逆にあれだよね。そう、知らないからゼロベースの情報だと結構これが書けないんじゃないかなっていう。でなんか一応これワンポイントなんだけど、はい、これワンポイントね。そこら辺が分かんなかったとしても聞き方次第でそれを引き出すことができて、この場合に撮影の時点で気にした方がいいポイントは何ですかとか聞いて、ああなるほどね。で今の焦点距離とかこういうポーズかとか小物はこうとか手の動きがこうとかっていうのを多分言ってくれるはず。なるほどね。だから結構考えないといけない、やっぱりこっちも。なるほど。そうだね。聞き方で誘導してあげるのが、そう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 。はい。でとりあえずまあざっと聞いたんですけど。プラスして、さっきのなんだっけ、撮影時に気をつけるポイントを聞いた上で、もう実際撮影の設定とかまで聞いちゃおうと。聞いてみよう。前提、部屋程よく暗い状態、ストロボ2つのオードックス、メインライトにアンブレラつけて、カメラは α1、レンズは70×80。で、ストロボとカメラの設定を教えてください。いけ！いや、すごい。ストロボの型番入れてやってくれるのすごいわ。で、カメラは、シャープにしたい場合 F5.6、ISO は低くして、でも明るさは、適正な露出を得られるよう ISO を調整してくださいだって。なるほど。シャッタースピード125分の1から200分の1。なるほど。じゃあエマちゃんに立ってもらえますか。はい。どうぞ。早速撮ってみます。はい。まあ予想は明るすぎる気がする。いや俺もそう思う。そこに気づいて。で明るさを調整しますと。はい。はい。いきますね。ちょっと空を見上げるポーズでいきます。ちょっとズームしますね。はい。いきます。3、2、1。あ、可愛い。明るい。明るすぎる。これいっそ設定し忘れた。いきます。3、2、1。いやーでも明るいな。まあギリ出てはいる。シャッタースピードで調整しろって感じだからもう一回マックスまでいってみるか。3、2、1。同調しねえかな。でもやっぱ明るいね。明るいです。明るいです。結果。多分何かの情報が足りないか、シンプルにこの AI ちゃんが知らなかったか。じゃあちょっとそれも言ってみよう。言ってみよう。撮影してみたのですが、すごいかなり明るいんですが、今回はもう俺らの意見というかそういうのはなくして全部聞くから。メインライトフィルライトのパワーを下げる。やっぱそうなのか。じゃあメインライトを8分の1。なるほどね。ちゃんとでもシャッタースピードの話の時にシンクロソフトが大丈夫か注意してくださいって書いてあるんで、これ優しいね。じゃあもう一回いいですか、山ちゃん。はい。じゃあストロボの設定は書いてあります。ストロボの設定変えました。まあ多分もうちょい明るいと思うんで、8ぐらいまで F 値上げてみていきます。3、2、1。はい、かわいい。はい、美しい。まあいいでしょう。いいんじゃない？でもいいね。すごい。でもなんか思ったけど、アンブレラからの光が強いはずなのにメインライトよりもサブライトの方が強いわ。切り替わってだもんね。だから結構細かい配置本当はすごい指示してあげる。そうだね。今やってみたんですけど、結構近しいところまでは行ってるんですけど、メインライトとして使ってるライトよりもフィルライトとして使ってるライトの方がなんか多分強くなってて、ちょっとその顔の部分の照りが出ちゃってます。出ちゃってる。これを本当は俺らでやるんだったら多分もう俺らのセッティングするか。一回結局。いやそれも大事でしょ。大事。まあ実際やってみるとね。そう。ケイスケの動画。まあもうちょい枠するか。
16分の1でいいかな、でこっちもっと全然弱くして、あ、じゃああれ使おうか、トランスルーセント使おうか。すごいなんか人間の底力を見てる感じ。はい、ということで人間の逆襲パターンで今、さっき言った通りメインライトよりもサブライトの方がちょっと強くなった、フィルライトかの方が強くなってたんで、もうちょい全体の出力を抑えつつメインライトの出力を強くするように、でフィルライトをもっと抑えて、でかつトランスルーセントっていうのを使って、もっと光を柔らかくするっていう形にしたいと思います。でもしかしたら32分の1と16分の1だからもっと差をつけた方がいいから、8分の1にしてもう ND つけるぐらいでもいいかもね。ああ、そうだね。逆に。よし、じゃあ1回いきますよ。ちょっと1回光らせます。はい。ではいきますね。はい。はい、いきます。3、2、1。はいよ、ちょっと待ってね。明るさ調整します。いいですね。いきます。3、2。あ、かわいい。あ、美しい。こっち見て。あ、いいですね。あ、いいじゃんいいじゃん。こうなりますね。逆、あ、顔こっちの方が好き。あ、どっちでも大丈夫です。どっちでも大丈夫。はい。逆顔見てみようか。あ、いいですね。美しい。いいんじゃない？いいんじゃない？はい。ちょっと影でちょっと一歩だけ前で。いきます。3、2、1。いいんじゃない？いいんじゃない？いい、かわいい。良いじゃん。良い。良い。人間がやった方がいいです。勝ちました。あ、全然違いますね。そう。やっぱさっきのやってもらったやつだとちょっとね、やっぱこの辺の肌の照りみたいなのが出るのはこっちが直接ライトだったからで、まあでも前提としてもっとトランスルーセントあるよとか。書いたら良かったのかもしれんけど、そうすると全部の前提入れなきゃいけなくなっちゃうから本当ね、めんどくさいね。めんどくさい。なんかもうすごい夢のこと言うと、その写真パチって撮ってそれを全部読み取ってもらって勝手に判断してもらって指示してくれる、そういうのはもしかしたらね。確かに確かに。すごいですね。でもそれが今できそう。そう。はい、ということで撮影しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたか？いや、すごい楽しかったです。初めてだもんね、ほぼ。はい、AI 使って撮影したことなかったので。まあちょっとなんかやっぱ未来感あるよね。そうなんですよ。でも使いこなせるかなっていうのがやっぱりちょっと思ったところであったんですけど、すごい新鮮で楽しい撮影でした。ありがとうございます。舞台の方から良かったです。なんか感じてもらったのはすげえ頭いいけど細かいところまで配慮できるかなってちょっと怪しいんじゃない？確かに確かにね。確かにね。あと途中圭介も言ってたんですけど、なんかこう指示を出すためのボキャブラリーがそもそもないと難しい。もちろんそのボキャブラリーを引き出すための質問できるんですけど、その質問のボキャブラリーもないときついので、結局 AI に対してちゃんと勉強しないとなって。確かに確かに。いやそう、AI に対しての勉強というか、ゼロからやってもらうっていうのはやっぱこう前提を全部入れなきゃいけないから結構むずいかな。めんどくさいし、そう思ったけど、さっきのポーズのバリエーションとか、なんかここまでは自分で出してんだけど他にいいカットないっすかっていう出し方とか、あとは自分がこうなんだろう、客観視できない時の、要はこれとこれとこれどれがいいみたいなのとかをなんかあっちから出してもらってこっちが客観視してみるみたいな、そういう使い方すると結構そういい感じにできるかなと思ってて、だから列挙してもらって自分が選ぶっていう風にすると結構客観視できるから、そういう風な使い方が今のところベストかなと思っております。いいんじゃないでしょうか。いい締めということでぜひですね皆さんも使ってみていただいて、もしね効果的な方法こういうのもあるよというものがあれば、ぜひですねそれもコメントの方で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、まだ学んでおりますので、はい、でエマちゃんの方は YouTube も Instagram もありがとうございます。SNS いろいろ見てみてください。やっておりますので。で、僕も YouTube ちょっと頑張ります。頑張るね。そう、あんまり更新しない YouTube があるから頑張るのでやるので。全然更新してないんで。はい。ということで概要欄に貼っておきますのでぜひ見てください。ここまで。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。